はい、こんにちは、あいさかです。前回の動画で撮影会とはこんな感じだよっていうのを説明したと思うんですけど、それだけではね、さすがにわからなかっただろうなと思うので、今回はですね、Twitter で撮影会についての質問を募集したので、それに答えつつ補足で私からアドバイス的なね、ものを説明していこうかなと思います。それでは、スタート。まず1つ目、これはもう王道な質問なんですけど、撮影会行ってみたいけどちゃんとしたカメラ、一眼レフとかですね、持ってないけど携帯のカメラの人もいますかってことなんですけど、基本的に撮影会は携帯 NG です。それがですね、ほとんどの撮影会で多分ダメですね。個人主催、私が自分で撮影会開きますよって場合とか、その個人で撮影会される場合は大体 OK な人もいるんですけど、大体企業さんで撮影会開く場合は大体携帯は NG です。理由としてはですね、主に、大体昔だとすぐに、携帯でネットにアップできたりとか、今ももちろんできるんですけど、携帯じゃなくて今はもうカメラでもすぐにアップできちゃうんですけどね。でも昔からのそういう流れ的なので、携帯ダメっていうのと、あとはモデルさんの撮られる気分がもしかしたら良くないのかなと思います。でも今の携帯もめちゃくちゃ画質良かったりするので、なかなかね、そこまで撮影会変わってないですね。やっぱ昔のままルールがそのまま来てるって感じはしますね。2つ目なんですけど、撮影会ってどこまでできるんですか？どこまでできるって言われてもですね、カメラマンさん主に、軽いポーズのして、あとはちょっとおしゃべりしたりとか、あとは自分のカメラで撮るってことが前提です。で NG 行為としてはもうモデルさんに、触れるなんてもうもってのほかですね。触れる行為、あとは過激なポーズのしてとかですね。あとはモデルさんにも個人情報を聞くとかプライベートな話を聞くとかやめた方がいいと思います。そして3つ目はですね、荷物を預けたりできますかってことなんですけど、撮影会によってちょっと違くて、コインロッカーが用意されているところもあれば、コインロッカーがなくてここのフリースペースに荷物を置いてどうぞってところもあるので、基本そういうところは結構危ないと思うので、荷物の貴重品の管理だけは本当にしっかりしましょう。4つ目、差し入れは渡せますかってことなんですけど、もちろん撮影会によって違います。差し入れが NG なところももちろんあります。基本的に多分大丈夫かな。だいたい NG なものはですね、生もの、ケーキとか、ほとんどないと思いますけど、生肉とかお魚とか手作りのものとかも基本、あんまり好かれないですねはい。あとはですね、モデルさんによって、体作りしっかりしてる子もいると思うので、事前に甘いものを持ってっていいかとか聞いた方がいいかもしれないですね。あとはですね、モデルさん自前の衣装の子がほとんどなので、もう荷物がめちゃくちゃ多いんですよね。自宅で、メイクしてく子は荷物そこまで多くはないと思うんですけど、スタジオに着いてからメイクする子もいたりして、化粧道具一式とかスキンケア一式とか持ってくる子も全然いるので、あとはアイロンだったりコテだったりとか大荷物なので、もうかさばるもの、箱に入ったお菓子とか結構かさばるものだと箱だけ捨てて帰るみたいな子も結構見たりするので、できればかさばらないものがいいかなと思います。あと差し入れの渡すタイミングとしては、モデルさんが控室に戻るタイミングで、渡すといいかもしれないです。今から撮影会するよって時に渡されても置く場所がなかったりするので、ベストのタイミングはモデルさんが控室に戻る時です。そして5つ目の質問なんですけど、動画は撮影してもいいんですかってことなんですけど、これはもうほとんどの撮影会ダメです。むしろ、規約やルールの中に動画撮った方は退場してもらいますが結構きつく書いてあるので絶対にダメです。でももちろん、例外として主催撮影会とか個人撮影会やってる子はOK だったりするので、オプションでいくらで追加で撮れるよとか、そこはちゃんと、撮影会のルールに沿って動画がダメなのかいいのか判断するようにしましょう。もちろん書いてない撮影会ってほとんどないと思うんですけど、もし書いてなかったとしても一応動画撮っていいのかダメなのか確認するようにしましょう。
次にですね、撮影会で撮った写真は、SNS にアップしてもいいのってことなんですけど、これはモデルさんによって異なります。もちろん OK な子もいれば NG な子もいるし、あとは事務所に所属してる子だと事務所が確認してから上げていいよって方だったりとか様々なので、そこはしっかりねモデルさんに確認しましょう。撮影会によってはモデルさんの一覧、出演一覧みたいなページがあったりするんですけど、そこに掲載いいよ、ダメだよっていうのが事前に書いてあったりして、で分かんない子に関しては何も書いてなかったりするので、でも何も書いてないからって言ってあげていいとは限らないので、ちゃんとモデルさんにね確認してからアップするようにしましょう。そして次、一回も撮影会に参加したことないけど初心者でも参加していいのってことなんですけど、昔私が撮影会してた時に来てくれた方で、今さっきカメラ買ってきたばっかですって方いたりしたので、初心者でも全然 OK です。むしろカメラ持ってなくても撮影会自体でカメラの貸し出しをしてるところもあったりするので、最悪手ぶらで行っても撮れる機会はありますね。でも事前に、カメラの貸し出ししてるとこは予約が必要だったりするので、確認してから行くようにしましょう。次の質問なんですけど、撮影会の一連の流れを教えてくださいということで、まずは、個人撮影会、以前説明した個人撮影会ですね。これがわからない方は、前回の動画を見ていただきたいんですけど、まずは個人撮影会からお話ししていきたいと思います。まずは、どの個人撮影会でも予約が必須になってきます。ネット予約ですね。なので、好きなモデルさんの予約を取るとこからスタートします。人気なモデルの子だと秒で予約が埋まることがあるので、人気って最初から分かってたらもうスタンバっておきましょう。で、予約を取れたら事前に振り込みなのか、あとは当日に現地に行ってからお支払いするのかになります。ここは、撮影会によって違うので注意するところですね。個撮取れた方は、衣装のリクエストくださいっていう優しい子もいるので、モデルさんが Twitter とかなんか SNS に私の持ってる衣装はこんなの持ってますよとか、あと当日この中から好きな衣装選んでくださいっていう子もいたりするので、その子の Twitter をね、SNS をチェックするようにしましょう。そして当日ですね、当日になったらスタジオに向かいます。直接で、スタジオによっては予約の何分前から入れますよっていう指示が多分何かしらメールか何かで来ると思うので、そのメールをしっかり読んでスタジオの予約時間に遅れないように行きましょう。で、そこから着いたらモデルさんともう1対1ですね、時間いっぱいまで楽しんで撮ってください。そして時間が来たら終了になります。で、撮影会の予約ページの見方なんですけど、今この名前がひなって書いてあって、1部、10時から11時、2部11時10分から12時10分、3部が12時20分から13時20分、そして4部が13時半から14時半ってなってるんですけど、だいたい1部1時間、それか45分ぐらいの撮影会もありますね。で、この何部に自分が参加したいのか、これを選んで、予約って感じになります。撮影会やモデルさんによって1人1部までってところもあるし、1人何部でも撮っていいよってところもあります。私のおすすめは、4部までモデルさんやってたら、2部が一番おすすめじゃないかなと思います。私的にはね。次に、ユニゾン撮影会の流れを説明していきたいと思います。ユニゾン撮影会はですね、だいたいこんな感じに予約表がなってると思うんですけど、見方としては個撮とほぼ変わらないんですけど、1部何時から何時、2部何時から何時、3部何時から何時ってなってて、個撮と違うところは、カメラマンさんが複数人多数いるところになります。なので各何人とか星マークが何個かついてたりとかっていう感じになります。その星マークはですね、だいたい白から黒の星マークに変わってると、だいたい今何人埋まってるよっていう空き状況が分かる感じになってます。事前に予約をして、前金なのか、当日払いなのか、スタジオに向かって撮影をして、撮影終了という、個撮と同じ流れになりますね。
次に団体セッション撮影会の流れなんですけど、今説明してきた個人撮影会とユニゾン撮影会とはまた全然変わってきます。団体セッション撮影会だと前売り券としてちょっと安くね販売されてたりするんですよ、券がね。なのでそれのまずは確認、あとはモデルさんがどういう人が出るのかっていう確認ですね。ホームページ見て、前売り券買わない場合は当日その場に行って生産を済ませるって形になります。そこまで済ませたらクセツスタジオまでとりあえず行きます。でこの手続きを済ませたら、あとはもう好きな子が出ている時に、好きな子を撮る、自由に撮影していただいて大丈夫です。撮影会が終了したと同時に帰ってもいいし、あとは自分の好きなタイミングで帰るでも大丈夫です。だいたいこんな感じの流れなんですけど、あとは物販が、撮影会ではあったりして、チェキあったりするんですけど、この場合は、撮影会がだいたい一部終了したらとか、あとは撮影会が始まる前とかになりますね。次に暗黙のルールや私からのアドバイスについてなんですけど、まず一つ目はですね、モデルさんはですね、私みたいにすごい薄着なんですね。なので室内の温度をモデルさんに合わせてることがほとんどです。冬場だと暖房がねガンガン入ってるので、カメラマンさんがめちゃくちゃ汗かいてたりするんですよ。なのでトレーナーとか着ていくと辛いかなと思うので、温度調節のしやすい羽織物、パーカーとか着ていくと楽かなと思います。あとはね、飲み物も大事ですね。2つ目なんですけど、ユニゾン撮影会や、団体撮影会で順番撮りをしている時、囲みじゃなくて順番撮りですねをしている時に、脇撮りという列から外れて写真を撮ったりとか、列には並んでるけど、そこから写真を撮ったりっていうのを脇撮りっていうんですけど、そういうのが禁止な撮影会もあります。それはしっかり、モデルさんから目線をもらってる時にのみ OK だよっていう理由で、順番撮りにしている撮影会もあるので、ルールは守るようにしましょう。なので、脇撮り注意です。はい、次なんですけど、囲み撮影の時に、モデルさんがね順番に目線を配っていくんですけど、その時に目線が来ていない時、例えば私が今カメラ見てるんですけど、その時にこっち側にいるカメラマンさんがフラッシュをね焚くことが禁止されていることがあるんですけど、それはなぜなのかというと、こっちにこのカメラマンさんが、今撮ってる最中なのに、こっちからフラッシュが当たってしまうと、光がですね当たってしまうと、この人の撮ってるタイミングとぴったりね合ってしまうと白飛びしてしまう可能性があるんですよ、この写真がね。なので目線が来ていない時のフラッシュは注意しましょう。絶対にダメです。はい、そして4つ目なんですけど、私から見て、モデル側から見て、思ったことなんですけど、囲み撮影の時にねすごいカメラマンさんが多い時があると、前後にねカメラマンさんが並んでる時があります。前の人はしゃがんで写真撮っていて、後ろの人は立ってる状態で写真を撮っているって時があるんですけど、その時に自分の、好きなタイミングで撮れるのが、団体撮影会だったりするので、そういう団体撮影会だともう自分の好きなタイミングで急に前の人が立ち上がったりすると、もちろん後ろの人は一生懸命写真撮ってるのでファインダー越しでしか見てなかったりすると、急にね下から頭ゴーンってぶつかったりとかして、結構危ないなって見てて思う時があるんですね。なので混み合ってる時には一度ね周りを見てから移動するようにしましょう。もちろんね撮影会で運営さんがねスタッフさんが声かけてくれたりするんですけど、それでも行き届かないことがあるので、そこはねカメラマンさん同士の優しさがねないと、みんないい気持ちで、撮影会一日終われないと思うので、そこのねトラブルを避けるためにも周りをしっかり見るようにしましょう。はい、ということで、今回は撮影会の注意事項、ちょっと細かいところをね話していったんですけど、いかがでしたでしょうか。もしかしたら撮影会行ったことあっても、確かにそうだなとか、これからもちょっと周り見るように気をつけようとかね思う方もいると思うので、よかったらチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。もし何か質問があったらコメントにねぜひお願いします。ちなみに今回の水着はこんな感じです。
ということで、また次回はですね、私の撮影会の水着とかコスプレについてちょっとお話ししたいなと思います。それではバイバーイ。